皆さんこんにちは。卓球用具の深すぎる世界へようこそ。ケンジです。こんにちは、みさきです。今日も用具マニアのケンジさんと一緒にディープな卓球ギアのトークをお届けしていきます。さて、今回は大好評の視聴者様コメントに対してさらに調べてみましたシリーズの第84弾ですね。そうなんだ。いつも熱いコメントをくださる視聴者様、本当にありがとうございます。今回のテーマは、表ソフトプレイヤーだけでなく裏ソフトからの転向を考えている方、あるいはもっと表ソフトで回転をかけたいと悩んでいる方にとってはまさにバイブルとなる内容だよ。テーマは、卓球における回転系横目表ソフトラバーの構造解析と国内競合製品の包括的分析だ。わー、回転系の横目表ソフトですね。確かに表ソフトってスピード系とか変化系とか回転系って大まかに分類されますけど、その中でも横配列横目に絞ってここまで物理力学や材料工学の視点から切り込む解説ってメーカーの公式カタログでもベテランプレイヤーの経験談でもなかなか教えてくれないですよね。その通り。今回は単なる使用感のレビューにとどまらず、なぜ横目だと回転がかかるのかという設置力学からプラスチックボール時代における構造変化、そして大定番のビクタススピンピップス D1 の極秘ともいえる気学的アプローチ、さらに国内のライバルラバーのデータマトリックス比較まで一挙に解き明かしていくよ。すごそう。これは表ソフトの概念がガラリと変わる予感がしますね。ケンジさん、今日も容赦ないディープな解析よろしくお願いします。さて、本格的な学論に入る前に今回の調査で明らかになった3つの超重要インサイトをエグゼクティブサマリーとして先にお伝えしておこう。ここを頭に入れておくだけでこの後の詳細な物理の話がスッと入ってくるはずだよ。まずは全体の結論というか見どころのダイジェストですね。教えてください。まず1つ目の大発見は、横目配列が回転を生む物理的メカニズムはスイング軌道と直角に交わる物理的障壁と粒の集団線段変形の相乗効果であるということ。これによってボールが滑らずに球持ち感が最大化されるんだ。なるほど。粒が倒れることでボールを包み込むようなイメージですね。その通り。そして2つ目の発見が、今回の中核であるビクタスのスピンピップス D1 が施したプラスチックボール適用のための極めて洗練されたアプローチだ。なんとシートのゴム配合や ITTF 登録数値はクラシックな仕様のまま維持しつつ、粒底部分根元の立ち上がりの径のみをわずかに小さく設計したという気学的なアプローチなんだよ。材料力学の観点から、これによって硬いプラスチックボールでも粒が適度にしなって食い込むという奇跡的なバランスを実現しているんだ。粒の根元だけを補足したんですか？見た目にはほとんどわからないレベルの超微細なチューニングじゃないですか？そう、まさに職人技だよね。そして最後の3つ目の発見が、日本製のマニュアル駆動型とドイツ ESN 製のオートマティックアシスト型という製造プラットフォームによる二極化だ。国産ラバーはゴム自体の下流プロセスを精密管理してプレジャーの入力を正確に反映させるのに対し、ドイツはプレテンション技術テンサーテクノロジーで自動的な反発と食い込みを作り出している。この設計思想の違いがプレイスタイルに決定的な差を生み出すんだ。なるほど。国産とドイツでそんな根本的なアプローチが違うなんて、この3つの発見だけでもご飯3杯はいけますね。この後それぞれの詳細な仕組みについてもっと詳しく掘り下げていきましょう。それではまず基本中の基本からお聞きしたいんですが、表ソフトの縦目と横目って具体的にどう見分ければいいんでしょうか？いい質問だね。目白卓球クラブ部の解説記事などでも分かりやすく紹介されているけれど、見分け方はとてもシンプルなんだ。ラケットのグリップを真下垂直方向に向けた状態を基準にする。この時ラバー表面の粒の列が水平方向横方向にまっすぐ連続して並んでいる構造を横目横配列と呼ぶんだ。グリップに対して横に並んでいるのが横目ですね。じゃあ縦目は？縦目はその逆で、グリップに対して粒の列が垂直方向縦方向に並んでいる構造だね。この配列の際は単なる見た目のデザインの違いではなく、打球時にボールとラバー表面が接触した時の力学的な挙動を180度変えてしまう用具工学における最大の分岐点なんだよ。配列の違いがそんなに打球に影響するんですか？大ありだよ。南6号卓球場のブログでも非常に的確に説明されているけれど、僕たちがドライブ打法やツッツキカットといった回転をかける技術を行うとき、ラケットは主に上方または下方に向けてスイングされるよね。はい、下から上にこすり上げたり上から下に切り下ろしたりします。この運動軌道スイング方向に対して横配列された粒の列は直角に交わることになる。つまりボールがラバー面を滑り落ちようとするとき、横目の粒の列がボールの進行方向に対して立ちふさがる連続的な物理的障壁として作用するんだ。これが横目表ソフトにおける接触力学の根幹だよ。
なるほど。滑ろうとするボールを横に並んだ粒の壁がせき止めるわけですね。その通り。さらに沢級スポーツの用具分析記事で解説されているように、ボールが衝突したエネルギーを受けると横目の粒は根元からスイング方向へと柔軟に変形する。これを物理学で線段変形と呼ぶんだ。変形した複数の粒がまるでボールを包み込むように共同して機能することで、ボールとの接触面積がぐっと拡大し、接触時間、いわゆる球持ち間が引き伸ばされる。球持ちが長くなればそれだけ自分のスイングの回転をボールに伝える時間が長くなりますよね。まさにこれによってラバー表面の機械的摩擦力、専門用語でいうメカニカルスピンが最大化される。だから表ソフト特有のフラットで弾くような打球感を残しつつも、裏ソフト顔負けの強力な前進後退回転を生み出すことができるんだ。なるほど。横目のメカニズムはよくわかりました。では逆に縦目のラバーは回転をかけようとした時にどういう挙動になるんですか？カズさんのノート記事に非常に興味深い比較が載っているんだけど、縦目はボールの進行方向、スイング方向に対して粒の列が平行に並んでいるんだ。ということは、ボールが滑るのを遮る障壁が少ない。だから粒が変形する時の抵抗が極めて小さく、球離れが圧倒的に速くなるんだよ。じゃあミート打ちやスマッシュなどのフラット打法には縦目の方が向いているんですか？その通り。エネルギーの解放が非常にスムーズだから、直線的で鋭い快速スマッシュが打てるし、打球時の回転角のズレによって相手が嫌がる鋭いナックルボールを出すのにも適している。でもその反面、自分から回転をかけてコントロールしたり、高い弧線を描いて安定したドライブを打ったりする性能においては、どうしても横目ラバーに一歩譲ることになるんだね。配列だけじゃなくて粒の感覚とかスポンジの柔らかさも関係してきますよね。もちろん、スピン性能を左右するもう一つの重要な幾何学的要素が粒の感覚、いわゆるピッチだ。卓球ナビに寄せられた多くのレビューや沢級スポーツの記事を分析すると、粒の間隔が狭く設計されているラバーほど単位面積あたりのゴムの比率が高くなるため、静的な摩擦力は向上する傾向にある。スポンジについてはどうですか？スポンジが適度に柔らかい設計であるほど、ボールがラバー全体に深く沈み込む。これによって動的な接触面積がさらに広がり、スピン性能を構造的にアシストしてくれるんだ。横目の配列にこれらのピッチ設計とスポンジの柔軟性が掛け合わさることで、回転性能の限界値が決まるんだよ。ここからは回転系横目表ソフトの大定番、ビクタスのスピンピップス D1 についてじっくり聞いていきたいと思います。このラバー、卓球界ではものすごく歴史がありますよね。そうだね。ビクタス公式サイトの TSP ブランドヒストリーに詳細が綴られているけれど、スピンピップス D1 は長年にわたって世界のトップ選手に愛され、回転系表ソフトの世界基準であり続けた旧 TSP ブランドのスーパースピンピップスの設計思想と基本構造を2021年2月にビクタスブランドとして直接継承した製品なんだ。ブランドは TSP からビクタスに変わりましたけど、その DNA は 100% 受け継がれているんですね。まさに伝統の継承だね。ただ単に名前を引き継ぐだけでなく、伝統的な回転性能を維持しつつ、現代のプラスチックボールという非常に厄介な環境に適応するための精緻なチューニングが施されているのが特徴なんだ。スピンピップスといえば、独特な粒の形が有名ですよね。その通り。バタフライのインパーシャル特設サイトなどでも台形粒の利点が語られているけれど、スピンピップスは回転性能を引き出すために最適化された伝統的な台形の粒形状を採用し、これを横目に配置しているんだ。円柱型の粒と比べて台形型の粒にはどんなメリットがあるんですか？台形は粒のてっぺんから根元にかけて断面積が広がっていくメス広がりの形をしているよね。固体力学的に言うと、この形状は根元にかけて構造合成が非常に高くなる。だから強い力でボールをインパクトした時にも、粒が途中でぐにゃりと倒れすぎる、いわゆる腰砕けを起こしにくいんだ。なるほど。強打した時にも粒がしっかり踏ん張ってくれるから、エネルギーロスがなく、狙った通りの強い回転と推進力が得られるんですね。でもケンジさん、セルロイドボールからプラスチックボールに変わった時、表ソフトラバーはボールが滑って回転がかからないっていう大問題に直面しましたよね。スピンピップスはどうやってそれを克服したんですか？そこが今回の最大の技術的ハイライトだよ。卓球ナビの製品解説でも触れられているけれど、ビクタスのエンジニアは非常に巧妙な設計変更を行った。普通ならゴムの配合、化学組成をガラリと変えたり、スポンジを極端にハイテンション化したりして解決しようとする。でもそうすると、従来のスピンピップス特有の素直な球質や打球感が失われてしまうんだ。そうなんですよね。長年のファンとしては打球感が変わっちゃうのは困ります。
そこで彼らはシートのゴム配合、スポンジ配合、さらには ITTF 国際卓球連盟の登録数値すらも従来と全く同じクラシック仕様のまま維持した。その上で粒底部分、粒の根元の立ち上がり部分の径のみを従来の TSP 製スーパースピンピップスと比較して軽やかに小さく細く設計したんだ。根元だけを細くしたんですか？それって物理的にどういう効果があるんですか？これは材料力学における片持ち針の曲げたわみの原理を極めて美しく応用したものなんだ。粒の根元を仮想的な片持ち針としてモデル化して、その曲げ合成径とたわみ量を計算してみよう。粒の直径、粒底径を D とすると、断面二次モーメントは π×D の4乗割る64という数式で表される。なんと直径 D の4乗に比例するんだよ。そして先端に受ける打球時の力 F、粒の高さ L、ゴムの縦断性係数 E とすると、粒のたわみ量は 64×F×L の3乗割る 3×π×E×D の4乗となる。この数式が示しているのは、粒のたわみ量が根元の直径 D の4乗に反比例して変化するということ。つまり根元の径 D をほんのわずかに小さくするだけで、たわみやすさ、柔軟性は4乗のペースで劇的に向上するんだよ。すごすぎる。ほんのちょっと細くしただけで粒が根元から驚くほど柔軟に曲がるようになるんですね。その通り、この微細な幾何学的変更によって硬くて滑りやすいプラスチックボールが衝突した時、粒が瞬時に根元からしなってボールをしっかりホールドする。ゴムの化学化合を変えることなく、純粋な物理幾何学構造の調整だけでプラスチックボールでの滑りを完璧に解消したんだ。これが伝統の技と現代工学の融合だよ。粒の根元を細くしたことで見た目の印象も少し変わったんじゃないですか？よく気づいたね。粒のピッチ、間隔自体は従来品と同じ広めのワイドピッチ設計なんだけど、根元が細くなったことで視覚的には粒同士の間隔がより広く見える構造になっているんだ。ワイドピッチのままだとどんなメリットがあるんですか？表ソフトならではのナックル変化や相手の回転に対する鈍感さ、レシーブのしやすさがしっかり残る。つまり相手の回転を食らいにくいという表の強みを維持しながら、自分からかけるときは圧倒的な回転量を生み出せるんだ。完璧じゃないですか。スポンジの使用はどうなんですか？スピンピップス D1 は安心の日本国内製造で、スポンジコードは日本基準で 35.0 プラスマイナス3度のソフト高弾性仕様を採用している。テンション加工を施していない高弾性スポンジは自分のスイングパワーに対して反発が極めてリニアなんだ。つまり力を入れれば入れた分だけ飛び、加減すればその通りに止まるというマニュアル車のような圧倒的なコントロール性能と安定性を提供してくれるんだよ。スピンピップス D1 がいかに緻密に計算されたラバーかがよくわかりました。ではここからは国内外のライバルラバーたちと比較していきましょう。まずは言わずと知れたバタフライのインパーシャル XS から。バタフライ公式サイトや沢級スポーツの徹底レビューでも非常に高い評価を得ているインパーシャル XS は、スピンピップスとはまた違ったアプローチでスピン性能を追求したモンスター級のテンション表ソフトだ。インパーシャル XS の最大の特徴はどこですか？なんといってもスポンジコード30度というバタフライのテンションラバーの中でも群を抜いて柔らかい日本製スポンジを採用している点だね。30度、それはめちゃくちゃ柔らかいですね。そう、この超極難スポンジと独自開発の強靭なハイテンションエラストマーシートの組み合わせがすごい。ボールが当たった瞬間、ラバーの奥深くまでボールがズボッと食い込むんだ。これにより表ソフト特有のパチパチ叩くミート打ちのしやすさを残しながら、まるで裏ソフトラバーで打っているかのような強烈な回転のドライブを放つことができる。まさに最も裏ソフトに近い感覚で触れる回転系横目表と言えるね。続いては伊藤美誠選手が使用していることで超有名なニッタックのモリスト SPAX です。これはどんな構造なんですか？沢級スポーツの実践性能分析記事や用具レビューでも熱く語られているけれど、モリスト SPAX は従来の縦目スピード系表ソフトモリスト SP のシート配合をベースに配列を横目に変更したドイツ製造のテンションラバーだ。縦目から横目へのアレンジなんですね。スピンピップスやインパーシャルとはどう違うんですか？ここが面白いところで、モリスト SPAX は粒の高さが短めのショートピンプルでありながら粒の直径が極めて大きい。さらに粒同士の間隔、ピッチがものすごく狭い密配列を採用しているんだ。ピッチが狭いということは、ボールが当たった時にたくさんの粒に同時に触れるってことですか？正解。インパクトした瞬間にボールが複数の太くて短い粒とフラットに接触するため、ゴムの接触面積が劇的に拡大する。ドイツ基準で40度というソフトなテンションスポンジを搭載していて、この密な台形粒との相乗効果によって相手の強烈なドライブの回転を自分の回転で上書きしてかけ返すという現代的な全人攻守カウンターに最適になっているんだ。八坂や水野の回転系横目表ソフトもかなり個性的ですよね。
そうだね。八坂のラクザ PO は同社の看板シリーズラクザのハイブリッドエナジースポンジをベースにしたドイツ製ラバーだ。特徴はシートに天然ゴムを主体とした高グリッド配合を採用していること。そしてスポンジ高度が40から45度と、このカテゴリーの中ではかなり固めに設計されていることだ。硬いスポンジに天然ゴムシート、これはかなりパワフルそうですね。そう、シートの高いグリップ力と硬質スポンジの強い反発力で、前中陣からでもスピード感あふれる強烈なドライブ攻撃ができる。また八坂からはスピネイトというテンションソフトスポンジを搭載したより扱いやすいスピン系横目表もラインナップされていて、バランスの良さで人気だね。水野のブースター SA はどうですか？ブースター SA は長年の定番として愛されている国産モデルだけど、これは日本基準高度40度、ドイツ基準30度相当のスポンジに非常に摩擦力の高い横目シートを組み合わせている。インパクトの強さに比例して砂わじにの男性が立ち上がる腰の強さがあり、強打した時の威力と摩擦のバランスがとにかく抜群なんだ。同じビクタスブランドにはスピンピップス D1 の他にも上位モデルとして VO102 がありますよね。これとスピンピップス D1 はどう違うんですか？ VO102 は同一で製造されているハイエナジーテンション表ソフトだ。スポンジコードは 37.5 度プラスマイナス3度のソフトテンション仕様を採用している。同じブランドの回転系横目なのに、片や日本製の高弾性、片やドイツ製のハイテンション。ここが面白い差別化なんだ。スピンピップス D1 は高弾性による絶対的なコントロールとマニュアル操作性に軸足を置いている。一方で VO102 はハイテンション技術による急離れのスピードとオートマティックな飛距離の確保を追求している。スピンをかけつつも自ら攻め立てる高速ドライブ主体の両ハンドアタッカー向けという戦術的な住み分けが非常にクリアに描かれているんだよ。ヨーロッパのブランド、例えばアンドロなんかはすごくユニークな回転系表ソフトを出しますよね。まさにそこがドイツ ESN 社による製造プラットフォームの真骨頂だね。アンドロのヘキサーピップスは表ソフトの常識を覆すマルチダイレクショナル豆腐構造を採用しているんだ。このラバーはなんと正方形のシート規格で作られていて、ラケットに貼る方向を90度回転させることで同一のラバーを横目としても縦目としても貼ることができるんだよ。貼る方向で横目か縦目か選べるなんて、そんな裏技みたいなラバーがあるんですか？面白いよね。これを横目として貼った場合、ドイツ基準 37.5 度のミディアムソフトなテンションスポンジが機能して、裏ソフトに近いドライブの引きやすさや台上での強烈なつっつきの切れ味を発揮する。ドイツ製表ソフトといえば、あの独特な弾みも特徴ですよね。そう、アンドロのブローフィッシュなどもそうだが、 ESN 社が誇るテンサーテクノロジープレテンション技術は製造段階でラバー内部に高い分子張力を最初から内包させている。だから軽いタッチでも大気孔スポンジが容易に収縮して元の形状に戻るカタパルト効果で、バックハンドのような短いスイングでも爆発的な初速とスピンを自動的に生み出してくれるんだ。ここまでは日本やヨーロッパのハイテクなラバーを見てきましたが、中国製はどうなんですか？高速機 THS の652というラバーがあるそうですが、高速機652は王実のトレンドとは全く異なる中国伝統の異端児といえる回転系横目表ソフトだ。異端児、どんな構造なんですか？なんと回転系横目ラバーがあるにもかかわらず、粒の幾何形状に台形ではなく円柱型を採用しているんだ。回転系なのに円柱型？そう、しかも中国製の極めて高密度でカチカチに硬い高弾性スポンジと組み合わせているんだ。このためボールを強くインパクトした時に円柱型の粒がラバーの中で不規則かつ強固に変形するんだ。その結果放たれる打球には重い回転がかかる一方で、表ソフト独特の相手の手元で急激に失速して沈み込むえぐいナックル変化、癖玉が強く現れるハイテクなオートマティックさはないけれど、相手を惑わす変化と回転の共存には唯一無二の構造美を持っているんだ。いやー、各ラバーの個性が尖りすぎていて面白いですね。ケンジソン、ここで一度これまで出てきた主要の回転系横目表ソフトラバーの物理スペックを分かりやすくマトリックスでまとめてもらえませんか？もちろん、それぞれの特徴を整理したデータマトリックスを頭に入れることで、自分のプレイスタイルにどのラバーが合うのかがはっきり見えてくるはずだよ。構造仕様物理特性比較マトリックス、ビクタススピンピップス D1、 配列横目形状台形スポンジ可動 35.0 プラスマイナス3度日本基準高弾性サフト、生産国日本、コア技術特徴プラボール積能特異小経過、高弾性クラシックスポンジによる絶対的安定性とリニアな操作性、バタフライインパーシャル XS、 配列横目形状台形スポンジ可動 30.0 度タマス基準ハイテンション、生産国日本、コア技術特徴超極端30度スポンジによる最新の食い込み、裏ソフトに最も近いドライブ性能と強烈なスピン、
日卓モリスト SPAX 配列横目形状台形スポンジ可動 30.0 度ドイツ基準 40.0 度テンション生産国ドイツコア技術特徴台形単流の狭ピッチ密配列インパクト時の設定面積を最大化し前陣での回転上書きカウンターに最適八坂落座起用配列横目形状台形スポンジ可動40度から45度八坂基準ハイブリッドエナジー生産国ドイツコア技術特徴天然ゴム主体の高グリップシートと高質落座スポンジ前中陣からのパワフルなドライブ攻撃に対応八坂スピネイト配列横目形状台形スポンジ可動テンションソフト生産国ドイツコア技術特徴ドイツ製ハイエナジーテンション適度な食い込みと安定した回転力使いやすさの高度な揚率水のブースター SA 配列横目形状台形スポンジ可動 40.0 度ドイツ基準35度テンション生産国日本コア技術特徴日本の伝統的な高摩擦ゴム配合シート強打時のスポンジのコシが強く打球威力と摩擦が高次元で調和ピクタス VO102 配列横目形状台形スポンジ可動 37.5 プラスマイナス3度ビクタス基準ハイエナジーテンション生産国ドイツコア技術特徴ドイツ製ハイ高圧仕様急離れのスピードとアウトマチックな飛距離高速両ハンドドライブ型向けアンドロヘキサピッキス配列刃付け方向で選択横目可能形状台形スポンジ可動 37.5 度アンドロ基準テンション生産国ドイツコア技術特徴90度回転刃付け設計横目刃付け時には高い摩擦力と裏ソフトに近い操作性つっつきの切れ味を提供アンドロブローフィッシュ配列横目形状台形スポンジ可動ソフト系テンション生産国ドイツコア技術特徴 ESN 製テンサー構造大気候スポンジによる高いカタプルト効果とコンパクトなスイングでの快速スピン豊作時652配列横目形状円柱スポンジ可動ハード系高密度高弾性生産国中国コア技術特徴高密度高質スポンジと円柱流の組み合わせ強インパクト時の不規則変形による重い沈み込みナックルとスピンこうして一覧で見ると同じ回転系横目というカテゴリーなのに粒の形状配列の密度スポンジの性質そして生産国による思想の違いで全く異なる物理特性を持っていることが一目瞭然ですね。そうなんだ。表ソフトの世界は本当に奥が深い。ここからはこのマトリックスからさらに一歩踏み込んで僕たちがこれから用具を選ぶ上で最も重要になる製造プラットフォームの二極化という構造的インサイトについて解説していくよ。さっきエグゼクティブサマリーでも少し触れていた日本製のマニュアル駆動とドイツ製のオートマチックアシストの違いですね。これすごく気になります。ここを理解するとなぜ自分の打球ミスが起きるのかどういうラバーが自分のスイングに合っているのかが物理的に説明できるようになるんだ。まずバタフライやビクタスの国産やミズノなどに代表される日本国内の自社一貫性アプローチから見ていこう。日本の製造工場の特徴は何ですか？日本の工場はゴム分子自体の顆粒プロセスつまり生ゴムに硫黄を加えて弾性ゴムにする熱処理プロセスを徹底的に微管理しているんだ。これによりエラストマゴム化合物自体の純度と緻密さを極めて高めている。それが打球感にどう影響するんですか？人工的なテンションによる過度なアシストをあえて抑える設計になる。だからプレイヤー自身の打球時の力加減つまりスイングスピードやインパクトの強さがそのままリニアにスピードや回転量に反映されるんだ。これがマニュアル駆動型と呼ばれる理由だよ。自分の力でコントロールしている感覚が強いってことですね。その通り。だから退場のストップや短いつっつきあるいは相手の強打をピタッと止めるブロックの時にラバーが勝手に弾みすぎてオーバーミスすることが極めて少ない。自分の技術の再現性を 100% 発揮したい選手に愛される構造なんだね。なるほど。じゃあ一方のドイツ製 ESN 社による OEM 生産アプローチは？ドイツの ESN 社はシートやスポンジを成形する段階で強力な物理的プレテンションつまり引っ張り揚力をかけた状態で積層を接着する技術に慣れている。引き伸ばされた状態のゴムということですね。そう。だからボールが衝突した瞬間引き伸ばされたゴムが元の形状に縮もうとする驚異的な復元力が働く。これがカタプルト効果だね。スイングスピードが遅くてもあるいは十分な体勢で打てなくてもラバー自身がオートマチックにボールを食い込ませ勝手にスピードと飛距離を担保してくれるんだ。バックハンドとか十分なテイクバックが取れない時にめちゃくちゃ助けてくれそう。まさにそこが強みだよ。体勢が崩れた時のハーフボレーやカウンターでも自動的に威力のあるボールになって帰ってくれる。これが日独の構造思想の決定的な二極化なんだ。今回は回転系横目表ソフトラバーを物理力学や幾何学
そして製造思想の観点から徹底的に解析してきましたが、本当に中身の詰まった濃い時間でした。ケンジさん、最後に今後の表ソフトの技術的トレンドや展望についてまとめていただけますか？お任せあれ。ルール改定によって硬質化したプラスチックボールに対して表ソフトがどう進化していくか。今後はスピンピップス D1 が示したような粒底絞りなどの超精緻な幾何学設計をベースにしながら、スポンジ側には ESN 製に見られる大気孔構造やバタフライのスプリングスポンジのような独立気孔構造を融合させた次世代ハイブリッド型表ソフトの開発が加速していくと確信しているよ。滑らないグリップ力と快速スピード、そして意図的なナックル変化という本来なら物理的に矛盾する3つの要求を幾何学と材料工学の力で解決していくわけですね。その通り。用具の進化を知ることは私たちの技術の向上や戦術の幅を広げることに直結する。この記事や動画が全国の表ソフトプレイヤーの用具選びの羅針盤になれば嬉しいな。本当に素晴らしい解説でした。ケンジさん、今日もありがとうございました。こちらこそ楽しかったよ。視聴者の皆様、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。